やっほー、皆さんこんにちは。見て、チョコレートモールドをたくさん買いました。ということで今日は人生初めてのボンボンショコラ作りに挑戦したいと思います。私マジでね、ボンボンショコラ本当に作ってみたくて、今回めちゃくちゃちゃんと準備しました。いつもお菓子作りするときって、大体の作るものを決めて、材料とかも基本的に測らずに適当に買ってきてみたいな感じでやってるんだけど、今回はね、本当に作るものをしっかり決めて、材料とかもしっかり測って、必要なものをね、購入しました。チョコレートの方もね、フベルチュールのダークと、あとスイートとホワイトとストロベリーの4種類を用意しました。で、今回作るものはね、しっかり前もってレシピを作りました。こんな感じでね、基本的にはGPT と一緒にレシピを考えてます。ということで、もう早速作っていきます。今回は8種類のボンボンショコラを作ろうと思ってるんだけど、ちょっと量が多いので、外側のチョコレートの種類ごとにグループ分けして作業していこうと思ってます。初心者だから、まずはテンパリングしやすいスイートチョコで感覚をつかんだ後に、集中力が持つ間に一番難しいストロベリーをやって、で最後にホワイトチョコをやろうかなって思ってます。今最初にホワイトチョコをテンパリングしてるんだけど、これは1個目のボンボンショコラの模様を描くのに使うからね。まずはテンパリングしたホワイトチョコで殻に模様をつけていきます。1つ目のボンボンショコラは一番王道なスイートチョコにしようと思って、シンプルな丸型をチョイスしました。今日のために作り方とかのネット記事とか動画とかをめっちゃ見漁って、何回も脳内シミュレーションしてきたので、あとは実践あるのみなんだけど、そこが難しいんだよね。模様が描けたので、次は殻の部分に使うスイートチョコをテンパリングしていきます。今日はチョコを使うたびに毎回テンパリングしてて、その作業が一番長いんだけど、全く同じ作業だから、この後の動画ではね、カットしちゃいたいと思います。よし、流していきます。緊張する。いきます。よし、OK。合ってる？ちょっと待って。これ一回どけよ、これ。これどうやってひっくり返すの？こう？ちょっと斜めてる。ここで。合ってる？やりすぎ？せーの。待って、本当に怖いんだけど。1回目にやったやつが固まったんだけど、なんかどうなってるのかよくわかんないけど、1回冷やして出してもう1回やり直そうと思います。出来とかいろいろ見たいしね、表面とか。よし、そうしよう。あ、取れた。テンパリングがしっかり成功してるかっていうのをね、私あんまやったことないから、ちゃんと見ても見ないと。あ、こんな感じ。どう？テンパリングできてそうだけど、めっちゃツヤってしてるから。でもね、やっぱ殻がちょっと薄い気がするので、ちょっとそこのところをもうちょっと分厚くなるように修正しようと思います。で、パキパキ。ということで、もう一回作り直していきます。テンパリングができてないと、そもそも型から外れないと思うんだけど、それが一番不安だったから、さっきとりあえずは外れることを確認したので、だいぶ不安がなくなりました。まだまだ改善点は多いけどね。いい感じそうですね。わかんないけど。スイート系はあと2種類あるので、そっちも同じようにチョコレートの殻を作っていきます。
いしょ。見て、ちょっと余分なチョコレートを取ったんだけど、こんな感じ。どうかな？さっきよりさ、分厚くなってて温度調整がいい感じかなって思ってます。本当に成功してほしい。よいしょ、ちょっとここのチョコはね、取ってまた戻してテンパリングしていきます。この落ちたチョコがさ、結構すぐ固まるから、テンパリングはなんか成功してそう。ほら。パキッパキだもん。チョコレートを使うために一旦全部溶かして、そこから27度くらいまで温度を下げて、そしたら31度から32度くらいまでまた温度を上げてっていうテンパリング作業をね、しっかり毎回やってるんだけど、それが本当にボンボンショコラ作りの中で一番大変だよね。ということで次はキャラメルチョコの殻を作っていきます。スイートチョコのグループはこれで最後かな。よし、オッケー。よいしょ。分のチョコを取って。じゃあ、こんな感じで3つ殻ができました。これが一番綺麗にできたかなと思います。分厚すぎず、薄すぎず。これはリベンジしたやつ。まあまあかな。これはちょっと薄すぎ？そんなことない？まあでもね、とりあえずこの3つができたので、次ガナッシュを作っていきたいと思います。ガナッシュを入れて、半日くらいこれは置いておきます。そしたら3つのチョコレートに使うフィリングをまとめて作っていきます。それぞれに詰めるフィリングはこんな感じにしようと思っているので、ビターガナッシュとスイートガナッシュとキャラメルソースの3つを作っていきます。まず今はビターガナッシュから作ってます。これは本当に私の好みなんだけど、お酒が入ってないチョコレートの方が私的には好みなので、ちょっと今回はお酒は入れてないです。お酒を入れた方が長持ちするんだけどね。こんな感じかな。ビターガナッシュができたので、そのままスイートガナッシュを作っていきます。よし、OK かな。作ったガナッシュはしっかり冷やしておきます。そしたら最後はキャラメルソースを作ります。冷めた時に硬すぎず柔らかすぎないようなキャラメルになるようにね、調整しました。ほんのりしたキャラメルの苦味とチョコレートってめちゃくちゃ合うからね、絶対美味しい。そしたらクラシックスイートの方からフィリングを絞っていきます。だいたいフィリングの温度が30度くらいで絞りました。このチョコのフィリングはスイートガナッシュの1層だけにしました。こんな感じでガナッシュ絞り終わりました。おお。これは冷やしておきます。次はビターノワールのフィリングを絞っていきます。これは下層をビターガナッシュにして上層をスイートガナッシュにしました。中がビターガナッシュだけだとちょっと苦すぎるかなって思って、本当に苦いのが好きな人もいるかもだけどね。ラックの方もこんな感じで固めていきます。そしたら最後キャラメルチョコのフィリングを詰めていきます。こっちは下層をキャラメルソースにして上層をスイートガナッシュにしようと思います。はい、こんな感じでキャラメルの方もできました。どう？よいしょ。よいしょ。次はイチゴフェーズに入ります。こっちはこのね、ピンクのパウダーを塗っていきます。よいしょ。こんな感じ。こっちはこのラメパウダーを使おうかな。
したらフランボワーズの方だけ殻に色をつけたいのでカカオバターをテンパリングしていきます。ただの好奇心でピストレを買ったのでこれを使っていきます。使い方合ってるかわかんないんだけど、とりあえず使ってみたかったんだよね。よし、ちょっと型の準備ができました。でね、ハートの方なんだけど、こっちの2列はちょっと手でやってみました。残りはスプレーだね。はい。ちょっとこれでやってみようと思います。型の準備ができたので、いよいよストロベリーチョコをテンパリングしていきます。テンパリングの難易度はスイートチョコよりも全然高いと思うので、本当に集中してやらないとね。っていうかストロベリーチョコめちゃくちゃ高かったんだけど、やっぱ色も可愛いし味もめっちゃ好きだから買っちゃいました。なんか、後ろ側かいね。楽しみピンク、ハート、バレンタイン。めっちゃ楽しみ。これが一番楽しみ。こんな殻薄くて大丈夫なの？絶対良くないよね。ちょっと温度が高い気がするので、次やるときもうちょっと下げようかな、温度。フランボワーズの殻ができたので、次はストロベリーミルクの殻を作っていきます。なんか微妙かもしんないな。いちごチョコのテンパリング難しいな。めっちゃ下手なんだけど、とりあえずね、これで2つできました。こっちはまだ耐えてる気がするんだけど、こっちは本当に下手かもしれない。ちょっと不安ではあるんだけど、とりあえず2つとも殻ができたので、次はガナッシュ作りに移りたいと思います。第2グループのフィリングはこんな感じにしようと思っているので、ラズベリーソースとストロベリーガナッシュとミルクガナッシュの3つを作っていきます。いちごチョコは等分にしやすいから。よし、OK。よーし、こんな感じでちょっとこれも半日くらい冷やしておきます。よし。そしたらこの3つのね、蓋をしていきます。一気に3つやっちゃいます。できるかわかんないけど。いいんじゃない？とりあえず3つできたんだけど、固まるまで一旦何もいじらないようにします。とりあえずこれは一旦置いとく。で、私は片付けをする。はい。いよいよ最後のグループになってしまいました。ホワイトベースの3種類のチョコレートを作っていきます。まずはプラリネミルクね。これめっちゃ言いづらい。真ん中の列だけスイートとホワイトのマーブルにしようかなと思って、とりあえず開けてます。ちょっと楽しくなっていろんなデザインに挑戦してみてるの。なんか綺麗。見て。厚さがちょうどいい気がする。こっちはちょっと、厚さが偏ってますね。こういうのはあかんです。あかん。よし。ちょっと真ん中をやろう。
よいしょ気持ちいい。チョコレートとホワイトをそれぞれテンパリングして、こうやってね、半々で絞ってみたんだけど、やっぱりあんまうまくいかなかった。テンパリングした後、同じ絞り袋に入れて、パパって絞ってもよかったかもしれないね。やっぱ落ちてる。一個落ちちゃった。どうしようどうしようどうしよう。真ん中の列の余分なチョコレートを落とすためにトントンしてたら、すでに作ってた殻が落っこっちゃうから、全然トントンできなくてめっちゃ分厚くなっちゃったの。ちょっとやばい。これ失敗かも。これだけ綺麗にできたけど、もうこことかも結構分厚いし、あ、こっちは結構綺麗かな。こっちがもう結構分厚い。ちょっと今回は勉強になりましたね。もうとりあえず固めます。次はカシスショコラの殻を作っていきます。フランボワーズの方は塗りつぶす感じで色をつけたので、こっちは模様をつける感じで色をつけました。それではホワイトチョコで殻を作っていきます。じゃーん、こんな感じで型ができました。ちょっとここら辺とかが垂れちゃってるから、あんまりテンパリングが今回はうまくいってないのかなって思います。ここら辺とかは綺麗なんだけどね。ちょっと楽しいね、テンパリング。難しいから。とうとう最後の殻作りになってしまいました。最後はシトラスティーの殻を作っていきます。これはレモン系だから殻は黄色に着色することにしました。やっていきます。ピストレは高いしあんまり使う場面がないから買うか迷ったんだけど、これ使うとかっこいいかなって思って買ったんだよね。案の定パティシエになった気分になれました。もういいかな。よし、オッケー。見て、こんな感じで黄色の上にオレンジを重ねてみました。いい感じになってくれることを願います。どうなるかわかんないからね。あ、やばい、待って、クッキングシート引くの忘れた。こんなはずでは。お、待って、一番いいかも。待って、綺麗かも。見て。見て、ちょっと裏側なんだけどさ。なんか良さそうじゃない？もう固まってる。今回は早いね。うわ、気持ちいい。この瞬間が、マジで気持ちいい。よいしょ。全部殻ができたので次はフィリングを詰めていきます。最初のプナリネミルクはナッツとミルクガナッシュを詰めていきます。これは殻が結構分厚いからミルクガナッシュは結構柔らかめに作ってみました。こっちはこんな感じで冷やしていきますと。そしたら次これのガナッシュを絞るんだけど、これはね、カシス味にしていきます。カシスソースを絞っていきます。滑舌。はい、こんな感じかな。そしたらカシスソースの上からミルクガナッシュを絞っていきます。このグループのミルクガナッシュはホワイトチョコの割合を少し多めにしてます。これも冷やしておきます。かわいいね。最後のシトラスティーはレモンピールとアールグレーガナッシュを詰めていきます。絶対に美味しいよ。私絶対好きだよ、これ。ここからやり始めるっていう。それでは最後のフィリングを詰めていきます。よし、これは冷やしておきます。そしたら、これの2つに蓋をしていきたいと思います。
やばい、結構固まってきてしまっている。こう。めっちゃやばい。どうしよう。あとテンパリング温度までドライヤーで温めて、もう一回ね、表面を慣らしました。ちょっとさっきよりは綺麗になったと思います。ということで、これはまた冷やしておきます。これでストロベリーの方が終わりだね。よいしょ。よし、そしたら最後、この3つのね、蓋をしていきます。大丈夫かな？よいしょ。よし、ちょっとね、少しずつ削って、結構ね、断面が綺麗になりました。断面が綺麗になった代わりに、後ろがこんなに汚れました。ということでね、2つ目、これは OK なので、もう一回テンパリングしなきゃな。もう一回ホワイトチョコテンパリングして、最後の1個もやろうと思います。わお！本日何度目かわからないテンパリング作業をして、最後のチョコレートにキャッピングしていきます。テンパリングと片付けが作業時間のほとんどを占めてるかも。なんかちょっと生チョコが透けてるんだけど大丈夫かな。とりあえず置いときます。そしたらね、先にこの子たちをね、型から外していきたいと思います。わあ、緊張する。よいしょ。やばい、もう外れてる。かわいい。かわいいですね。めっちゃツヤツヤ。よし、外れてくれ。やばい、1個しか出てない。はい、こんな感じでできました。で、一部さ、ホワイトチョコやったの忘れてたわ。かわいいです。これテッカテカだな。さっきよりテンパリング綺麗にできてる気がする。めっちゃ綺麗。この穴見える？これ空気の穴だよね。ちょっとこれは良くないね。勉強になります。最後、キャラメル。おう、かわいい。これがミルクチョコをやったやつですね。全部にミルクチョコやればよかったな。なんか、これかわいいわ。そしたらね、次はイチゴの方を出していきます。これが一番不安だよ。出なかったらもう、本当に罪です。まずは出てお願いって感じ。せーの。わよかった。とりあえず出たわ。待って一個潰しちゃってんだけど。見て、潰れちゃった、これ。最悪。待って、一旦さ、この子たち避難させてから残りを取ろう。なんか、イチゴの方さ、結構殻が薄かったから、すぐ割れそうなんだよね。反省会は後だ。OK。全部出た。かわいい。見て、これが一番かわいい。かわいすぎる。よいしょ。こんな感じです。指でやったやつがこれ。スプレーでやったのがこれ。やっぱね、スプレーでやったやつの方が綺麗な気がします。だから次がこれ。ダイヤモンド型のイチゴね。せーの。待って。ちょっと多少出てる。イチゴのテンパリングはね、綺麗にできてそうなんだけど、このね、パウダーが結構良くないかも。なんか、錆びてるみたいになってんだけど、ちょっとパウダー塗りすぎな気がする。この時は思ってたのと違くてあんまりって思ったんだけど、後から見ると石みたいで、これはこれで可愛いなって思いました。視界がめちゃくちゃ可愛いんだけど、見て。やばくない？宝石だよ、これ。可愛すぎんだけど、無理。よし、そしたら次はね、これの仕上げの
デコレーションしていきます。ホワイトを型から外す前にスイートたちの仕上げを先にしちゃいます。仕上げに使うチョコもしっかりテンパリングして使ってます。よし、こんな感じでいっか。はい、次。キャラメルはミルクチョコでこんな感じにデコレーションしてみました。ごちゃごちゃ色をつけなくて正解だったね。これとか綺麗じゃない？いい感じ。じゃーん、できました。こんな感じです。この残骸を一回片付けないと。うわ、気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。いいこと思いついた。これ絶対トッピングに使える。こうやって砕いて、あとでトッピングにするかを。じゃんじゃーん。スイートとブラックのボンボンショコラはこんな感じで完成にしたいと思います。このイチゴのやつなんだけど、これはもうこれで完成にしようかなって思います。うん。これはこれで完成で、だからあとホワイトだけかな。ちょっとホワイトのやつもやろうかなと思います。よし、まずはね、これから。取れた。ということで、この子たちをどうするかなんだけど、このデザインはそのままでも可愛いかなって思うので、これで完成にして、問題はこれです。これはちょっとね、あかん。これはちょっとデコレーションでカバーします。これもなんかちょっと、これだけだと寂しい気がするので、なんかやろうかな。はい。これちょっと見たいよね、表面。じゃあ、いきます。待って、やばい！1個落ちた。おー、一気に外れた。待って、めっちゃいい感じかも。あ、落ちちゃったやつ、ひび入っちゃってる。これも私が食べます。こんな感じでできました。結構いい感じな気がする。なんかさ、リンゴとか、なんか、さくらんぼとかそういう感じの色だね。最後が一番気になってたよ。じゃあ外します。めっちゃついてる、なんか。なんか失敗かも、これ。ツヤがあんまない。他と比べて表面のツヤが全然なくて、カカオバターのテンパリング失敗しちゃったかもしれない。結構気をつけてやったんだけどね。やっぱ最後の1個だったから集中力切れちゃったのかな。まあ、とりあえずホワイトの方も全部型から出せたので、最後の仕上げをしていきます。もう本当にこれで最後だね。これはさっきキャラメルチョコで余ったやつを再利用しました。じゃーん、こんな感じで全部できました。見違えたんじゃない？さっきと。これと、これと、これだけね、追加でデコレーションしました。いやー、可愛すぎる。じゃーん、こんな感じで全部のボンボンショコラができました。ちょっとね、当初作ろうと思ってたのからずれたものもあるんだけど、まあでも大方無事に完成したんじゃないかなと思います。もともとね、アールグレーとレモンスイートをね、これバラバラに作ろうと思ってたんだけど、ここ合体させたのっていうのと、あとね、ストロベリー系をもう一種類、作ったっていうのが1個だね。今回青とか緑とかそういう色を作る余裕がなかったので、来年はね、そういう色を使ったボンボンショコラを作れたらいいね。ちょっと今回ね、初めての挑戦だったんだけど、本当に勉強になることが多くて、普段チョコ系のスイーツを本当にあんまり作らないから、テンパリングとかをほとんどね、したことがなかったから、めちゃくちゃ勉強になることがたくさんありました。カカオバターとかも使ったことなかったし、なんかチョコレートについてね、より深く知れる機会になったかなと思います。ということで、この後、味見とラッピングをね、しようかなと思うので、ちょっと一旦休憩します。お風呂とか入ってゆっくりして、で、明日、味見とラッピングをね、一緒にしちゃいたいと思います。ということで、お疲れ様でした。じゃあまた明日ね。バイバーイ。じゃあ、見てー。可愛くない？全員集合させてみて。ちょっとね、まず自分で、味見をしてみたいと思います。人にあげるものだからね。
てかマジで寒い。エアコンを一切つけてなくて、私さ、一部屋しかないから、チョコが冷蔵庫よりもなんか15度とか18度とか、そのくらいの温度の方が保存に適してるらしくて、暖房一切つけてないから、めちゃくちゃ寒いんだけど、めっちゃ厚着してるだから。カットするの下手すぎない？一つ一つ味見して全部感想を言ってるんだけど、もうね、長すぎてカットしちゃいました。それぞれ本当に違った美味しさがあって、ちょっと苦味があったり、フルーツの酸味があったり、同じガナッシュでも柔らかさが違ってたり、本当に食べるのも楽しかったです。例えばキャラメル一つでも食感とかそれぞれの層の割合とかもめっちゃ悩みながらレシピ考えたからね、美味しくできてよかったです。じゃあ、いただきます。最後。よし、これで全部試食が終わったので、問題なく人にプレゼントできるかなっていうことで、今からね、ラッピングをしていきます。今いろいろ持ってきたんだけど、これがね、10箱くらいあって、これも10箱くらいあって、なのでこれだけで 6×20 だから、120、詰めれます。で最後、なんか特別な人向けに、大きいやつ2セット買いました。でも黒いからね、全く見えないんだけど、これが15個入りです。こっちがね、20個入りになってます。ちょっとリボンとかもついてるんだけど。ということで、ラッピングしていきます。とりあえずまずは全部箱に詰めて、そっからシールとか貼ったり、なんかいろいろ可愛くしていこうかなって思います。絶対可愛いよね、ほんと。とりあえず、まず20個入りのやつから箱詰めしていきます。よいしょ。全部数えたらだいたい180個くらい作ってました。今回このチョコレートたちは家族とかいつもお世話になってる人とか職場の人とかそういう人たちにね配ろうかなって思ってます。ちょっとずつ。あ、待って、もうすぐに可愛いんだけど、やばーい。よいしょー。できたー。何これ。待って、可愛すぎない？可愛すぎる。ありがとう、いただきますって言ったら、これが出てくんだよ。待って、可愛い。本当に無理。よいしょ。見てー。こんな感じでラッピングが終わりました。めっちゃ大量なんだけど。まずこれが20個入りじゃん ?15 個入り。この濃いグレーの6個入りの箱が10個。薄いグレーの6個入りの箱が1、2、3、4、5、8個かな ?6 個入りが足りなくなっちゃったから4個入りのやつが5個かな。で、あと残りはね、3個入りのケースに入れてます。よいしょ。こんな感じで8種類あるから、この箱の中の色合いはちゃんと可愛くなるようにはしてるんだけど、結構ね、ランダムで入れてます。マジ可愛いんだけど。そしたら簡単にメニュー表を作っちゃいます。もらった人がどれが何の味かわかるようにね。チョコレートねは写真を GPT に読み込ませて書いてもらったやつを使ってます。これを並べて文字を入れるだけでできちゃうので、みんなもよかったらやってみてね。作ったメニュー表をコピーしてきたので箱に詰めていきます。お母さんが受け取りに来てくれたので先にこれだけラッピングしちゃいます。これを貼ってよいしょと。はい、こんな感じでできました。はい、どうぞ。はい。チョコレート作りました。初ボンボンショコラ。めっちゃ可愛いね、箱。でしょ？うん。今箱も黒が好きだからね。黒の色のもの好き。可愛いね、これね。これメニュー。作ったメニュー。これなんかすごい売ってるものみたい。でしょ？うん。あ、可愛い。あ、可愛い。すっごい可愛いよ、これ。なんかこれガラスみたい。もうこれすごいよ、これ。ストロベリーチョコ。ほら、見て。ちょっとね、キャラメルにする。うん。いい？キャラメル。はい、いただきます。はーい。やば。うんま。楽しんで食べてね。ありがとう。もう一個これだけ。ということでお母さんにチョコレートを持って帰ってもらってお父さんと一緒に楽しく食べてもらおうと思います。私は残りのラッピングがまだまだ残ってるので今日中に作業を終わらしちゃいます。
人生初めてのボンボンショコラ作りめっちゃ楽しかったです。レシピを考えるのも作るのもこうやってラッピングして誰かに食べてもらうのも全部が幸せでした。今回のお菓子作りだけですっごい成長した気がする。来年は今年に負けないくらいもっと可愛いものを作りたいね。ということでそろそろラッピングも終わるので今日の動画はここら辺で。最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね、バイバイ。